この動画では水勾配がいらないただ一つのコンクリートドットコンについて設置から打設までの施工方法やポイントを解説してまいります。穴開け面取り作業編やドットコンに関する質問疑問にお答えする動画も公開していますので、ご興味のある方は合わせてご覧ください。ドットコンがグッドデザイン賞2023を受賞しました。水害のない未来へ、水勾配のいらないただ一つのコンクリート解説動画パート1、設置打設編。ドットコンについて、ドットコンは穴の開いたコンクリート工法によって抜群の透水性能を発揮します。また工事費の圧縮が可能、施工が簡単、デザイン性が豊富、耐久性が高いといった様々なメリットのあるコンクリートです。再生プラスチックを使用、縦横 920mm で指定の向きでジョイントしながら連結して設置していきます。枚数ごとの重量目安は以下の通りで重ねて運搬ができます。持ち方がね、こうやって取ると引っかかっちゃうんですよ。真ん中を取るとスッと取れるんで、はい、で持つ時は多分5枚ずつぐらいだったらスッとこんな感じで、はい、もう出ますね。車両にも入れて運搬が可能なサイズです。これが型枠ですね。さっき使ってた裏はこういった構造になってます。でちょうどここに水を溜めるとここすり切りで14リッターになりますね。はい、要は浸透しない場合、逆逆さまにして水溜めてみればここに14リッター溜まります。ここからはドットコンの施工方法について解説していきます。施工方法設置編。まずは通常のコンクリート打設の時と同じように基板部分の下地として砂利を敷き詰め押し固めます。次にレベル出しを行います。ドットコンは勾配がいらないコンクリートのため所定の高さに仕上げるために砂利などを敷いてレベル調整を行ってください。並べます。施工箇所の形状に合わせてパズルのように連結させてドットコンを敷き並べます。でこの矢印の向きですね。で左から右ですね。で上から下みたいな感じで左から並べていく。あとは下は下と。パターン変わらないようにこの向きでしか刺さらないようになってます。刺さらないなっていう時は向き確認してもらって。シートとシートが引っかかる位置に合わせ四角い穴周辺を押すとカチッとはまります。カットする位置に目印をつけてハサミやカッターでカットします。電動ノコギリまたはディスクグラインダーがあると便利です。カットした部分からの生コンの流入を防ぐために必ず断面をテープで塞いでください。最初に薄く入れて後で固まってからやれば余剰いらないかなということで、はい、ちょっとさーっと入れてよ。ほんのちょっとだよ。ほんのちょっとだぜ。了解です。うん。そうそうそう。もうそんな。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 ビニール付き。切ったところを養生したくないから先に入れておけばある程度最初固まらしとく。あとドットコン施工するときはカットしない寸法でネジ入れていった方がいいですね。はい。カットがないように設計すればカットしなくて済むんで、はい、切り取った余りの穴も無駄なく使用できますよ。最後にワイヤーメッシュまたは鉄筋を敷き並べます。ガイドの印に合わせてスポットを置くだけで設置ができコンクリートの強度を高めます。施工方法打設編。生コンを入れたら通常の打設と同様に締め固めを行いしっかりと鳴らしていきます。生コンの高さはドットコンの蓋の表面にぴったり合わせるようにしてください。分厚すぎると穴開け作業時に上手に穴が開けられなくなってしまいます。これね、硬いとこもあるんだね。コンクリートは要は厚み持っちゃうとちょっと硬いとこが出てくる。もっと下げてカン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 って当たるぐらい、これ引いてカンカンカンって当たるぐらい、当たるぐらい、高さ合わせるのが重要になってくるからね。
そうでこれが高さ、これが高さになるんだけれども、カッパギって言ってこれ引っ張るときあれがカンカンカンって当たるぐらい、当たりながら引いてくるぐらいがちょうどいい高さになる。サーファー1回当てて、そう、それで今高さ、それで、でもう1回サーファーかけりゃそれでおしまいだ。トロウェルなどを使って均等に押し固めていきましょう。このように、トロウェルを回しながら再度、高さを、調整します。ゴムベラが非常に使いやすいです。水切りっていうんですね、これね。はい、僕はゴムベラって言うんですけど、指摘されました。手でやったらやっぱ最後は手ですって石拾えるそういうデータは今ちょうど、横浜国立大学の方で、試験台作って割ったデータっていうのは今のところはあります。でそれ以外のいいデータは今ベターリビングっていう、検査機関があるんですけど、そこで温度変化の、ヒートアイランドなんかにものすごい寄与するんじゃないかということで、今実際もちろん温度が 1,2 度はもう全然今の段階ではもう違うねっていうデータは出てるんで、そういうデータはどんどん出てきます。でデザイン賞を受賞しまして、G マークがつきますね。グッドデザイン、トップ100には選ばれなかったんですけど、2万の商品の中から1000に選ばれた商品でございますので、あと助成金と絡めやすい商品だよというところで、結構労務関係だったり、環境関係だったりいろんなとこたどっていけば意外と助成金でできちゃったりするんでですね、それはもうその土地土地の市町村でとか、いろんなところにちょっと聞いてみていただいて、ただでドットコンできるよっていう状況も多分作れると思います。プラスチックに耐久年数ってないみたいです。僕調べたんですけど、あとですね、これは本当に型枠なので、コンクリートが固まってしまえばこれはもう関係ないものだと思ってもらえれば、あくまでもコンクリートの成形するためだけの型枠で、中で例えば砕けようなんだろうが、目にもわからないですし影響もないと思うんで、逆に大地に帰らないっていうね、いい意味でも悪い意味でもそんなプラスチックなんで、例えばプラスチックで例えばコンクリートと地面でね、乗っかっちゃってこれがねなくなって隙間ができちゃうよなんていうことも多分ないと思います。解体なんですけど、一応1平米ぐらいの、プレキャストを作って、ユンボで砕いていただいたんですけど、簡単に剥がすことができたんですね。よかった点はうち生コン屋さんなんですけど、ドライテクとかに比べれば手間がかからず出荷できて挫折も早くていいです。今後ガンガン使っていこうかと思って。これからこういう工事が増えてくるので、ぜひどんどん進めていきたいと思います。高さがかなりサーファーを使うと均一になるので、使って、エンジンを回す前に1回サーファーを使うといいと思います。ドットコン自体が高さが全部あって、その上を滑らせるだけなので簡単です。複雑な作業もそこまでないので、手軽に施工できるのかなと思います。もう全くもうコンクリートという概念が覆るような素晴らしい施工方法だと思いますので、現地に来て見ていただけたらいいかなと思います。すごいなっていうのは、もうこの昨今この洪水だのなんだのっていうね、水害に対しての取り組み、こういう発明をね考えるっていうのはすごいことだなって本当思います。水害に対しての社会的取り組みの一環として個人でできることの一つとしてやれる部分の商品にはなるとは思います。